中村熊正人です。これから動画を撮らせてもらいます。今回は PC の歴史について順を追って説明させていただきます。でブロックチェーンについて僕たちはすごいと思ってるんですけれど、世間一般的にはすごいってあんまり知られていません。技術的に優れた賞をもらったようなエンジニアを話しても、ブロックチェーンは新技術の一つとしか思ってませんって言われたことがあって、逆に私がショックを受けてだったんで、パソコンの誕生から歴史的経緯を含めてなんですごいと僕たちが感じているのかをなるべく分かりやすく説明させていただこうと思ってます。PC がパーソナルコンピューターが広まってみんながコンピューターを使えるようになったんですが、その PC 革命が何だったのかってことを説明させていただきます。1940年代の後半に重要なコンピューターの理論が続けざまにまとめて出てます。一つはジョン・フォン・ノイマンっていう今のコンピューターの原型を作った人で、ジョン・フォン・ノイマンは当時化け物とも言われるぐらい計算が速い男だったんですね。もともと頭いいんだとは思われてたんですけど、彼らがなんでそんな計算が速いかというと、定理とか公式を全部記憶してたと言われてます。その上で新しい数字、これの計算してって言われると頭の真ん中ですぐその定理公式に当てはめて出してたんですね。で、フォン・ノイマン型コンピューター、今のコンピューターみんなフォン・ノイマン型なんですけど、プログラム内蔵型。彼が頭の中でやったことをコンピューターにやらせたって言われてる。要するにあらかじめやりたい手順のプログラムを作っておいてデータを処理する。その理論を最初に作ったのはフォン・ノイマンで、極めて大切な仕事をしているということですね。あともう一つ、アラン・チューリングという人がいまして、彼が人工知能の道を開いたとも言われる人で、非常に面白い経歴の方なんで、映画化されて映画自体もとても面白い。彼は親友が中学校の時に死んで神様を信じなくなったんですけど、実はその親友のことが好きでしょうがなかった。もう一度蘇ってほしいと思っていた。でその時に暗号解読、第二次世界大戦ヒトラーの使ってる暗号解読エニグマの解読に歯車を組み合わせた機械で解こうとするんですね。画期的な方法で。それをやってる間に歯車を組み合わせた機械が人間よりも暗号解読をできるっていうことで、それが何かの人格を持っているように彼には感じられたんですね。だからコンピューターの原型のようなものを発展させていくと知能と人格を持ち得ると彼はその時点で確信してこれたと。だから人工知能ってものは将来的に作られると。だからチューリングマシンとかチューリングマシンのテストの方法っていうのを作りました。だから当時としては本当画期的なこと。だから今の状態を今その時点で夢見ることができたってことで、コンピューターはすごい後押ししています。もう一人クロード・シャノンっていう人がいて、この人は当時はすごいってことを一部の人しか気が付かなかったかもしれませんけど、一つを言うと、例えば二進数01の組み合わせで全ての情報は表現できるってことを数学的に証明しちゃってます。なんと1940年代に。だから今こうやって映ってる動画がコンピューターで編集できることも01の組み合わせでできるってことを70年ちょっと前にもう論理的に証明してます。で彼らの理論をもとにコンピューターってものはだんだん発展してきました。今言ったこの3人の方はそれぞれがとても強い個性と高い知能を持ってコンピューターの発展に貢献してくれました。でジョン・フォン・ノイマンはコンピューターの原型を作ってくれたんですけど、アラン・チューリングとクロード・シャノンはこのままもう将来何倍とか何百倍何千倍何万倍まで性能が発展するとこんなことが理論上はできますよっていうことを示してくれたんですね。だから今のパソコンにつながる非常に壮大な夢を60年前に見出すことができたと。70年前か。そういった意味で非常に大きな可能性があるんだってことを人類に信じさせたっていう功績があると思います。次回はこの理論がどういう形でパソコンって形に実現してきたのかってことを技術の革命から話させていただきます。ありがとうございました。